はい。では、今日もですね、松江の数学ですけども、第9回、二次不等式その2ということで、前回、一次不等式の話をグラフを用いてしました。その考え方をうまく活かしながら、今日から二次不等式について話を進めていきたいと思います。早速、例題なんですけども、この問題です。x 次乗大なりイコール25を解きなさいと。もう少し柔らかく言いますと、この不等式を解けということは、この二次不等式を満たす x の範囲を求めなさいということです。さてそこで、早速なんですが、あるある回答と書いてますね。このあるある回答というのは私の今までの教師の経験上、よく生徒たちの見てきた回答を書きたいと思います。それは、パッと、x 次乗イコール25という二次方程式のように解けばいいんだと。つまり、これを x イコールプラスマイナス5とすぐ解きますよね。これ正解です。これと同じようにしてやればいいんだと。じゃあどう解くかというと、x 大なりイコールプラスマイナス5答え。こういう回答よく見てきたんですね。さあ、これよく見てください。まずこの不等式の意味考えてみましょう。x はプラスマイナス5以上。どういうことなのとなると思いませんか？実際この答えは間違いです。さあ、このような間違いを起こさないためにも、前回やってきたグラフを用いながら考えてみたいと思います。ではどのように考えていくか。少し解説をしていきましょう。まず、この25を移項します。x 次乗マイナス25大なりイコール0とですね。このようにやっていきます。不等式の世界では、基本0と比較をするっていうこの感覚は非常に大事ですので、強調しておきたいと思います。さあ、そうしますと、前回このような話をしました。この式で表された二次不等式を少し解釈を変えましょう。それはどうしましたかね。左側を y と置いてみましょう。こうですね。で、その y が0以上になるところを探すんだよということを考えていきたいと思います。y が0以上。x 軸以上ということです。ということですね。さあ、このことを用いて少しグラフを考えてみたいと思います。はい。x 次乗マイナス25 0以上。そうしますと、左側が x プラスの5と x マイナスの5こう因数分解できます。そこで先ほどの解説のことを頭に入れながらグラフを書いてみます。因数分解できましたから、マイナスの5と5を代入すると、この左側の二次式は0になります。つまり、グラフで言うと x 軸と交わります。さらに y イコール、この二次関数のグラフは、x 次の計算は1ですので、下に凸のグラフになります。このように二次関数のグラフを書いてみるわけです。そうすると、y が0以上というのは x 軸以上ですから、ここも含んで、この範囲になります。ここを含んで0以上ですから上になります。で、それに対応した x の範囲ですので、この赤い波線が書いてあるのはここですね。そして反対はここですね。ですから回答としては、グラフより、x はマイナス5以下、5以上と
このようにグラフを考えていくことによって二次不等式が解決できます。ここまでよろしいでしょうか。では今から少し時間を取りますので、2題問題を書きますからやってみましょう。括弧1、x 次乗マイナスの 8x 小なり0ですね。2番目、x 次乗マイナス x マイナス1大なり0。はい、少し時間取りますので、この2題考えてみてください。はい。では、回答していきたいと思います。まず、1番目。これはよく見ると左側。x で因数分解できますね。そうすると、この1番の不等式の問題は、先ほどの例題と同じように考えていきます。小さくなりますけども、あくまでもこのグラフというのは、この不等式を解くための手段だと思ってください。そうすると、まず x が0の時と8の時で0になりますね。左辺の y と置いた二次関数のグラフは先ほどと同じで x の係数1ですから、下に1つのグラフになります。今度はもう色変えずに黒のままでいっちゃいます。負ですので、x 軸より下の部分です。これですね。ということは、ここに対応する x の範囲ですので、グラフより、これが答えです。さあ、いかがでしたか？では2問目に参りましょう。2問目。これはパッと見ると、これ因数分解できそうにありません。ここで1を移項したら、なんか今の1番とように x でくれる。これもダメですよ。あくまでも0との比較です。この形を崩してはなりません。じゃあどうするか。因まででも x 軸との交点の x 座標を出す。共有点の x 座標を出すということが非常に大事なポイントになります。じゃあ x 軸との共有点を出すためには、そうですね、因数分解しなくてもある方法がありました。それは x 以上マイナス x マイナス1、x 軸上ということは y が0になるときです。イコール0としちゃいましょう。そうすると皆さんは因数分解できなくても x の値を求めることができますね。解の公式です。2a 分の 2×1 分のマイナス b ということは b がマイナス1ですので、ここ1ですね。で、プラスマイナス b 次乗1マイナス 4ac ということはルートの中が5になります。よろしいでしょうか。ということは x 軸との共有点が2箇所求まったということになりますので、先ほどの一番と同じように2分の1マイナスのルート5、2分の1プラスルート5、この2箇所が出てきました。x 軸の係数1です。やはり下に1つのグラフを書きます。で、今回は0より大きいところですので、上に出たと。x 軸より上のところ。これが答えになってきます。それに対応した x の範囲ですので、今度は左側と右側になります。やはりグラフより、x 小なり2分の1マイナスのルート5。2分の1プラスのルート5。小なり x と。ね。このような答えになります。皆さんいかがでしたでしょうか。さあ、次回はまたちょっと違う形の二次不等式に挑戦したいと思います。では今日は以上で終わります。ありがとうございました。